この車はキューベルワーゲンなんですけど、大体一緒なんで、空冷のワーゲンビートルだと思って作業します。これちなみにインターメカニカの、前回動画出したのと一緒でインターメカニカです。キャブの調子が悪いので、ワーゲンパーツではみんな知ってるフラット4っていうお店屋さんのキャブキットを買いました。ツインキャブのキットですね。もともともうツインキャブだったんですけど、もう汚くて怪しいとこだらけだったんで、まあいろいろ直すより買っちゃった方が早いだろうということで買って全部付け替えています。水平対向エンジンでこっち側とこっち側左側にもちろんキャブがつくわけですね。ですがノーマルのワーゲンエンジン用なんで、ここにスロットルのシャフトがこうついて、で左右を連結して、ここからレバーを出してこれを動かすんですけど、こっち側にクーラーがついちゃってるんで、ワーゲンとかクーラーがないのは前提なんで、このシャフトを通す場所がないんですね。なのでこの辺をこのシャフトを使わない方式に改造していきます。それとこれもすでに片方はつけちゃったんですけど、スタッドボルトがちょっと短くて、この車は短いのかこのインマニが分厚いのか年式が合ってないのかちょっとよくわかんないんですけど、ナットを入れられないぐらいの短さだったんで、まあ長年の間に折れたりしたとかそういうことも考えられますけど、このスタッドボルトをまず交換して、少し長いものに交換して、マニホールドがすんなりつく長さのやつに交換します。それからキャブをつけてリンク機構を改造する予定です。まずはこのとても地道なスタッドボルトの交換からですかね。このように外します。これはスタッドボルトリムーバーといって折れたボルトとかスタッドボルトを抜く工具です。工具については工具屋さんのページでも探してください。でこれをこの少し長いスタッドボルトに交換します。はい、途中だいぶはしょりましたけど、なんとかこのリンクでつきました。ここだけだいぶ削りましたね。このギリギリですけど、なんとかかわせるようなんで、ツインキャブレーターのキットはまあそんなに難しいことなくつきますね。あとはスロットルの同調を左右取らなきゃいけないのと、同調を取った上でこのリンクの長さの左右の調整とか、スロットルアジャストの調整、まあ同調ですねと CO ミクスチャーの調整とかをして完成です。ちょっとこの車の場合アメリカ製の同時点火のキットがついてるんで、それを同じものに交換するんで、今それの部品待ちをしてるので、ちょっとキャブレターの調子は今は撮影できないですね。コンプファイヤーとかっていう同時点火のキットがついてるんで、これがなんかちょっとイグナイター系のトラブルかなと思う部分があったんで、今取り寄せてます。で次のキャップがつかないで。
終わりました。プラット4で売ってる、ピークが16万8000円かなのやつです。ウェーバーの34なんとかっていうキットです。今この車の場合はこの点火系がちょっと調子悪くてこれから変えるんで、とりあえず暫定的にエンジン管理しただけなんで、注意点としてはね、ちょっとねスロットルの出来があんまり良くなくて戻りが悪いんですね。これを戻り良くしようと思ってスプリングとかを加えちゃうとアクセルとか重くなっちゃうんで、ちょっとこれはいろいろ考えながらやった方がいいかもしれないですね。最初のスロットルのアジャストを何ミリにしろってことが説明書に書いてあるんですよ。全然ここら辺のなんていうのかな、作りがこのスロットルアジャストを支えてる板の作りとかグラグラでその通りにならないんで、そこはもう普通のキャブと同じようにその何ミリとかの話じゃなくてバキュームとかでセッティングした方がいいと思います。そんな感じでとりあえず完成です。はい、空冷フォルクスワーゲンシリーズ、今日は点火です。点火系スパーク。今日はこのコンプファイヤーっていう同時点火のキットがついていて、これはちょっとエンストしてしまったので、おそらくセンサー系かこのイグニッションコイルイグナイター系かが悪いだろうということで、同じものの現行型を注文したのでそれを交換します。これは点火方式でいうと日本でいうところのフルトランジスター式というやつなんですけど、デスビレスというよりキャップレス、配電部分のデスビにはこれセンサーだけがついてるんですね。でなのでデスビキャップの減る消耗品がない、キャップとローターがないんですね。プラグコードはありますけどコイルから直接なので、ドロジーとかそういうスパークコードみたいにアースするタイプで、このコンプファイヤーっていうのはよくポイントレスキットでアメ車とかこの空冷のワーゲンの中で有名なパートロニクスっていう会社があるんですけど、この会社ですね。この会社のよくポイントレスキットっていうのは非常にメジャーに売ってるんですけど、その会社から出てます。名前違うからもしかしたらなんか買収した会社とかそういうのが作ってる製品なのかもしれませんけど、これ日本でいうところのいわゆる同時点火っていうキットなんですね。英語で言うとこれウェイストスパークって言うんですけど、ステビ方式。要するにあるシリンダーとあるシリンダーが同時に上視点にあるとすると、片方は圧縮工程で片方は排気工程なんですね。で圧縮工程の部分で、点火が必要なんですけど、その排気工程の本来点火が必要じゃない部分でも火を飛ばすんで、ウェイストスパーク、捨てるってことですね。スパークを捨てる、無駄な火を飛ばすというネーミングがついてます。このタイプは日本車の13なんかにもあるんですけど、有名というか私が記憶にあるのはマツダのロードスターの何代目かまではこのタイプ、あと三菱のランエボとかギャランとか GTO とかあの辺から何代目かまではこのタイプですね。要するにコイル1個から2個のプラグコードが出てるタイプ。これがウェイストスパークって方式で、点火方式っていうのは目的で選ぶんで、よく有名なのはまずポイントレスにするっていう意味はメンテナンスフリーにする。ポイントが毎日減っていくんで、それをなくすって意味でポイントレスにするわけなんですけど、それ以外によく比較されるのは CDI ですね。この MSD、これも CDI なんですね。CD イグニッションって書いてますけど、日本だとウルトラ長い電子とかで MDI ってなりますけど、今昔はいろんなメーカーが CDI 作ってますけど、この CDI っていうのは単純に火を強くするもので、どちらかというと高圧縮とか高火球ターボとか、燃焼室の中が何と言ったらいいかな、大変負荷が高いというか、そういうものに向いているのが CDI で、これといわゆるフルトラっていうのはこれ選択するべき並べるものではなくて全然意味が違うものなんですね。でそれと同じようにポイントレスもまた別で、例えばこの MSD なんていうのはポイント
のデスビに接続する仕方があるんで、ポイントを使ったまま CDI にすることもできるんです。ポルシェの古いやつなんかは純正で CDI なんですけど、ポイント式の CDI です。それは別として、この同時電化かどうかっていうのはまあ別問題なんですけど、同時電化でポイントレス、まあポイントレスはもうポイントがないからちょいちょいポイントの調整をしなくて済むっていう利点と、デスビのキャップが減らないっていう利点。で、この同時電化のメリットとしては、その無駄に見える火を飛ばすことで、プラグの頭が常に綺麗になる。綺麗になるってことは、次の必要な時に火がつく準備ができているというか、綺麗に火が飛びやすくなる。で、ものすごい高電圧じゃないんで、CDI みたいに、CDI って結構ノイズが出たりするんで、オーディオとかに。安定していい状態で乗りたかったらこっちの方がいいんですね。CDI は何しろデスビのキャップとかを使ったらデスビが減るんで、これつけるときみんなあんまり考えてないんですけど、CDI っていうのはデスビのローターとキャップがものすごい消耗するんです。だからMSE なんかはCDI つけた時用のデスビのキャップとローターなんてのはアメ車の部品なんかにはあるんで、そういうのを総合的に考えると、機械的接触がないのとかそういうのを考えると、別にめちゃくちゃエンジンチューンしてるわけじゃないけど、調子よく乗りたかったらこっちの方がいいですね。さっき言った点火のいいメリットっていうのはもう一つあって、これみたいにキャブがついてると、もちろんキャブの調整ってのは完璧な方がいいんですけど、インジェクションじゃないんで、日々気温も湿度もみんな違うわけで、厳密に言うと毎日キャブ調整しなきゃいけないわけで、そこを甘くしてくれるのが点火系なんですね。点火系がいいと、キャブ調整がある程度ラフでも、それなりに走ってくれるんで、被ってエンジンがかからないとか、加速しないとか、そういうのをある程度は防いでくれます。まあ、そんな感じですね。普通に日本車についてるような独立点火。あっちの方がいいじゃんって。まあもちろん高度がない分はとてももちろんいいんですけど、こういう車に独立点火を、まあ古い車に独立点火を移植するってのはまあよくやる方法ですけど、こういうクレーンエンジンのあっちっちな部分に独立点火のコイルとかつけると結構大変なことになるんで、こっちの方がいいと思います。で、独立点火はコイルが4つついてるかって4回同時に火が飛ぶわけじゃないんで、デスビのキャップがついてる方式と全く同じ方式で火が飛ぶんで、だからプラグから火が飛ぶ回数はこっちの方が倍なんですね。倍ってことはまあプラグが消耗するのも倍なんですけど、CDI はもっと消耗するんで、プラグもデスビのキャップもローターも全て消耗するんで、そんな感じです。これは前回一回外してちょっとチェックしてるんで、仮にしてあるんですけど、アメリカのキッズとかによくある非常に面倒くさいところが、ここは六角のアレンキーっていうんですけど、アレンキーのインチなんですけど、他の部分はミリのアレンキーがついてますという、とても謎なパンケースにアルミのナッターでナット作ってるんで、あんまり強く締めません。それは違うのか。なんだかんだやってなんとかつけました。はい、いろいろやってつきました。こういう作業してるとね、いつの間にか流血してる。